はい、皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回はチックチューンと日本でのチックチューン第一人者である YMCK がテーマとなっております。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方は、ブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよ、という方は少々お付き合いいただきたい。YMCK 概要。スウィング、ジャズの要素を加えたテクノポップサウンドをファミコンのゲームミュージックのような8ビット音源とボーカルで奏でる作風が特徴である。メンバーはライブ以外では素顔は公開せず、テレビの音楽番組などでコメント出演する際もファミコンのゲームキャラクターのようなドット絵のアニメで登場し、音楽誌のライブレポート写真ではドット絵のイラストが顔にかぶせられている。アルバム CD のジャケットもドット絵で描かれている。巨大なドット絵を再現した着ぐるみがあり、初期にはそれにメンバーが入って公の場に出ることもあった。最近では YouTube チャンネルなどで顔を出している。メンバーを紹介しよう。みどりちゃん、栗原みどり、ボーカル、作曲担当、ロケムラ氏、ロケムラたけし、作詞、作曲、編曲担当、中村氏、中村智之、映像、作曲担当。メンバー全員が作曲を手掛け、作品の幅の広さを印象付ける。8ビット風の PV は中村氏が担当している。バンド結成は2003年5月、CDR の実制作版、ファミリーミュージックがヒットとなり、2004年11月にうさぎちゃんレコーズからファーストアルバム、ファミリーミュージックをリリースする。ファーストアルバムのヒットにより、日本のみならずタイやスウェーデンでも名前は知れ渡り、ライブを行っている。2005年12月にセカンドアルバムとなる、ファミリーレーシングをリリース。2008年1月に ABEX トラックからサードアルバム、ファミリージェネシスをリリースし、メジャーデビューとなる。チックチューンのコンピレーション、アルバムをはじめ、各方面へのゲスト参加や楽曲のリミックスも積極的に行っている。2008年にはロックインジャパンフェスティバル2008やカウントダウンジャパン0809の幕張大阪両会場への出演も行った。同年12月には生き物係のシングル「気まぐれロマンティック」の PV のドット絵アニメーションも手掛けた。公式サイトではロケムラ氏が開発したマジカル8ビットプラグというオリジナルのプラグイン形式のソフトウェアシンセサイザーを公開している。フリーウェアであるためダウンロードをすれば YMCK の曲のような8ビットゲームミュージックが自作可能である。バージョンアップを重ねた後、2020年2月26日にマジカル8ビットプラグ2が新たにリリースされた。ロケムラ氏と中村氏は YouTube で定期的に動画配信を行っている。過去ファミコン動画やスーパーファミコン動画で演奏しているが、マジカル8ビットプラグ2を利用している。2023年にバンド結成20周年を迎え、2023年9月に19日に20曲入りの10アルバム10の配信を開始するとともに、2004年に発売したファーストアルバムファミリーミュージックの大ヒットをきっかけに幅広い世代の支持を受ける。また国内のみならずフランス、スウェーデン、オランダ、米国、台湾、韓国、タイなど8カ国以上で国際的なフェスやイベントに出演。映像と完全にリンクしたユニークなライブパフォーマンスは世界的にも高い評価を獲得している。 CD リリース以外にも楽曲提供、リミックス、映像制作、DJ パフォーマンス、ゲームサウンド、プロデュース、音楽制作ソフトウェア用の8ビットサウンド、プラグインマジカル8ビットプラグや iPhone アプリ YMCK、プレイヤーの開発など国内外において幅広い活動を展開している。チックチューン概要。ここでチックチューンとは何かを解説する。チックチューンはヴィンテージのアーケードマシン、コンピューター、ビデオゲームコンソールのプログラマブルサウンドジェネレーター CSG、サウンドチック、または同年代の音源を使用して作成された電子音楽のスタイルである。この用語は古いコンピューターまたはコンソールで生成できる非常に基本的で小さなサンプルを使用したトラッカー形式の音楽や
音楽スタイルを組み合わせた音楽を指すためによく使用される。チックチューンスタイルでは特定のスタイル要素よりも楽器と音色の選択によって定義されるため、既存の曲を全てアレンジできるため、多くのジャンルの解釈と説明されている。日本では主にファミコン音源がよく使われる。ファミコン音源は以下の音色を持つ。軽波 12.5%、25%、50%流気比選択可能。2ちゃん、生地三角配置ちゃん、ノイズ1ちゃん、DPCM1 ちゃん。海外ではこれにコモドール64で採用された SID 音源がよく使われる。ファミコン音源の基本はゲート合わせてノコギリ波が選択可能である。ノコギリ波はシンセサイザーの基本波形であり、トランペットのような音を奏でる。当時は低メモリ音源や FM 音源もゲームなどでは利用されたが、チックチューンといえばこれらの音色で作られた楽曲が多い。最初期は単純にファミコンの音がライブで演奏され、それにボーカルが加わること自体が珍しかった。チックチューン誕生からすでに数十年経過し、この新しさはすでになくなり、シンプルに楽曲としての素晴らしさを追い求めることになる。チックチューンの歴史は古い。1970年代の YMO まで遡る。1970年代後半、先駆的なシンセポップ、エレクトロニックダンスミュージックグループ、イエロー、マジック、オーケストラ、YMO は、コンピュータを使用して合成音楽を制作していた。1978年のデビューアルバムを含む彼らの初期の音楽の一部は、スペースインベーダーやガンファイトなどの人気のアーケードゲームのサウンドをサンプリングしていた。同時代のビデオゲームのサウンドを音楽に取り入れることに加えて、バンドは後に8ビットおよび16ビット時代に制作されたビデオゲームやチックチューンの音楽の多くに大きな影響を与えた。例えば、セガの1982年のアーケードゲーム、スーパーロコモーティブには、YMO のライディーン1979のチックチューンカバーバージョンが収録されている。その後も、ラビット、ソフトウェアのトルーパートラック、1983年、ヤデイリー、トンプソンのデカスロン、1984年、や、マーティン、ボールウェイが編曲したストライカーズ、ラン、1986年、など、いくつかのコンピュータゲームでもこの曲がカバーされた。1984年、YMO のメンバーである細野晴臣は、ナムコのアーケードゲームのサンプルのみで制作したアルバム、ビデオゲームミュージックをリリースした。これはチックチューンレコードの初期の例であり、最初のビデオゲームミュージックアルバムだった。このレコードには、ナムコのチックチューン作曲家であるカイトシオ、1980年のパックマン、大野木信之、1981年のギャラガ、ニューラリー X、ボスコニアン、1982年のポールポジション、K のユリコ、1982年のディグダグ、セビウスの作品が収録されている。1980年代初頭から1994年、FM 音源、チップミュージックの大きな進歩は、周波数変調合成、FM 合成の導入であった。これはヤマハがデジタルシンセサイザーと FM サウンドチップ用に初めて商業的にリリースし、1980年代初頭からアーケードマシンに登場し始めた。当時 FM 合成を利用していたアーケードゲームの作曲過程、コナミの東野美紀、グラディウス、ER カンフー、ティーンエイジミュータントニンジャタートルズ、ヤセガのヒロシショー、スペースハリアー、ハングオン、アウトラン、ガイル。1980年代初頭までにデジタル FM 音源導入により、パソコンゲーム音楽の大幅な改善が可能になった。ヤマハは1980年代初頭に NEC、PC8801 や PC9801 などの日本製パソコン向けに FM シンセボードの製造を開始し、1980年代半ばまでに PC8801 と FM7 に FM サウンドが組み込まれた。これにより、コンピューターゲーム音楽は内蔵スピーカーからの単純なビープ音よりも複雑なものになった。これらの FM シンセボードは温かく心地よい音を生み出し、腰
城雄三などのミュージシャンがチップチューンコミュニティで今でも高く評価されている音楽の制作に利用した1980年代初頭 NEC、TC88 や PC98 などの日本製パソコンはミュージックマクロランゲージ、MMLなどのオーディオプログラミング言語やミディインターフェースを備えており、ビデオゲーム音楽の制作に最もよく使用されていた。1987年にカナダのアドリブ社が IBM パーソナルコンピュータ用のアドリブミュージックシンセサイザーカード YM381 に FM、オペレーター、タイプ、L2、OPL2 をリリースし、FM 音源が欧米のコンピュータでも利用できるようになった。一方、シンガポールに拠点を置くクリエイティブラブスは1989年にアドリブカードのサウンドチップをサウンドブラスターカードに組み込んだ。どちらのカードも1980年代後半から1990年代初頭にかけて MS-DOS ゲーム開発者に広くサポートされていた。1986年から現在 SID 音楽文化、その後いくつかのデモグループはリッピングしたゲーム音楽の代わりに独自の音楽を使用するようになった。 SID 音源の音楽作曲の実践はコモドール64のデモシーンと連動して今日まで途切れることなく続けられている。 SID 音楽の包括的なアーカイブであるハイボルテージ SID コレクションには5万5000曲を超える SID 音楽が収録されている。主流の人気チップチューン音楽の全盛期は1980年代だった。しかし1980年代以降チップチューンの人気は下降し始めた。それ以来2000年代までチップミュージックがライブで演奏されることはほとんどなく、曲は実行可能プログラムやその他のコンピュータファイル形式でのみ広まった。純粋なチップミュージックのレコードレーベルリリースの最も初期の例のいくつかは1990年代後半に見ることができる。チップチューンミュージックは1990年代の終わりにかけて再び人気を集め始めた。最初のエレクトロクラッシュレコードであるイフのスペースインベーダーアースモキンググラス1997年はアタリ時代の騒動へのロコーダーオマージュであるせせらぎのエレクトロと評されている。2000年代半ばまでに8ビットチップミュージックは主流のポップミュージックで復活し始め、ベック、例えば2005年の曲ガール、キラーズ、例えば2004年の曲オントップ、ノーダウトのランニング、特にザ・ホスタル、サービスなどのアーティストが多くの曲で使用した。ヒロシショーなどの初期のゲームミュージック作曲家による低品質のデジタル PCM スタイルも人気を集め始めた。2003年には J-POP ガールズグループ Perfume がプロデューサーの中田泰孝と共にチップチューンとシンセポップやエレクトロハウスを組み合わせた音楽の制作を開始した。他の日本の女性アーティストも同様のエレクトロニックスタイルを採用するようになった。2000年代後半にはゲームボーイ用のリトルサウンド DJ などのソフトウェアの発売に後押しされてチップチューン文化の新しい波が起こった。この新しい文化は新しいアーティストがしばしば漠然としか認識していないデモシーンやトラッカー文化よりもライブパフォーマンスやレコードリリースに重点を置いている。近年8ビットのチップチューンサウンドまたはビデオゲームビートは多くの主流のポップアーティストによって使用されている。サンプルベースのサウンド生成機能を備えたコモドール、アミガ1985はマイクロコンピュータ音楽の概念を単純なチップ合成音から別のものにした。急成長中のトラッカー音楽文化の派生としてデジタル化されたサンプルの代わりに単純な波形を使用するコモドール64 SID 音楽を彷彿とさせるタイプのトラッカー音楽が生まれた。このタイプの音楽は初期のビデオゲームコンソールと家庭用コンピュータのサウンドチップのサウンドにちなんでチップチューンと呼ばれるようになった。3. チップチューン音源紹介。ここからチップチューンの代表的な機材をティム・フォリン氏の楽曲で振り返ろう。 ZX スペクトラム 16K、48K シンクレアリサーチ社が1982年にイギリスでリリースしたホームコンピューターである。本来ビート1チャンネルなのだがティム・フォリン氏が作るドライバで10オクターブ10種以上の音色、初期は3和音、
後期は6和音で楽曲を制作した。たった一つしかチャネルがない音源で多彩な楽曲を作り上げた。 PSG、ZX スペクトラム128や MSX など。 ZX スペクトラム128はシンクレアリサーチ社が1985年に発売した ZX スペクトラムの機能強化版である。新しい機能としては 128KB RAM PSG AY38912 がある。区形波3ちゃんとホワイトノイズの構成である。 ZX スペクトラムはスペック的に MSX よりも低スペックでありながら、セガの体感ゲームが全て移植されたり、近年でもソフトがリリースされたりと、日本における MSX 以上の人気を誇る名ホビーパソコンである。この音源ですでにシルバーサーファーなどを彷彿させる楽曲を奏でる。コモドール64。コモドール社が1982年1月に発表した8ビットホームコンピューターである。特徴は SID 音源であり、区形波、三角波、ノコギリ波、ノイズのいずれかを同時に3音まで出せる。PSG とは異なる特徴のある音色は世界でも人気のある音源で、世界のチップチューンではその豊かな音色から頻繁に利用されている。ファミコン音源とはノコギリ波の有無くらいの差なのだが、3音での組み合わせは自由であり、ファミコン音源とは別世界のサウンドを奏でることが可能である。アミガ、コモドール社より1985年に発売されたパーソナルコンピュータである。ハードは1980年代後半から1990年代初頭にかけて、主に欧州市場において人気を博したパソコンである。3DCG やビデオ映像といったグラフィックに対応していることが主な利点であり、映像制作者、メガデモ制作者、アーティスト、ゲーマーなどに熱狂的に受け入れられた。日本においてもウゴウゴルーガといったテレビ番組や D の食卓といったコンピュータゲームにおいて使用された。音源は当時も珍しい PCM 音源同時発音数4音可能な音源である。 PCM 量子化、音の高さを分割できる指標のスペックは CD が16ビット65536段階、アミガは8ビット256段階、ファミコンの DPCM は6ビット64段階となっている。スーパーファミコンが発売されるまでの PCM 音源での主流であり、ティム・フォリン氏のテクニックにより多くの名作が誕生した。メガドライブ FM 音源、アメリカ、カナダを含む北米市場では1989年にセガ・ジェネシスとして発売された。北米ではメガドライブの商標がすでにアイオメガによって登録されており、同社からの名称使用許可も得られなかったため、ジェネシスに改名されている。 FM 音源6チャンプラス PSG3 チャンプラス PCM プラスノイズ1チャンと音源は YM261 に足す SSG 音源で構成される。スーパーファミコン、任天堂より北米では1991年、欧米では1992年より発売された。音源は SPC と呼ばれ、当時ソニーのハードウェアエンジニアであったクタラギケンが設計を手掛けた。 PCM×8 ちゃんと強力な反面、音源用メモリの容量が 64KB と初代ドラゴンクエストと同じと絶望的に少ないこと、初期のライブラリの音源ドライバーパン吉くんの使いにくさや、スーパーファミコンの標準の開発機材だったソニーのニュースのユニックス環境に制作側が慣れていないなど、初期は制作ノウハウ面でハードルが高かったこともあり、音源の能力を発揮するためにはドライバの自作や改造ができる高度な技術を持ったプログラマーや、それに対応できるサウンドコンポーザーの腕が必要だった。そのためスーパーファミコンのゲームのサウンドは制作側の能力移管によって大きく音質が異なる。小城雄三氏が手掛けたアクトレイザーが業界にショックを与えたのはあまりにも有名な話である。ティム・フォリン氏はギターを含む楽器奏者でもあり、多くの洋楽の影響を受けて育った環境と、彼自身のプログラム能力とテクニックで手掛ける SNES のサウンドは日本のものと別音源ではないかと思うほど異なっており、 CD、DA ではないのかと参考動画のタイトルに度見するほどクオリティが高い。ゲームボーイ
任天堂が1989年4月21日に発売した携帯型ゲーム機であるパルス波、区形波、2ちゃん足す波形メモリ音源1ちゃん足すノイズ1ちゃん。波形メモリの使用はナムコ波形メモリと同等であるが1ちゃんのみ使用可能である。この音源でもティム・フォリン氏の特徴のあるサウンドは健在であり、往年のサウンドを楽しむことができる。ファミコン YMCK の基本音源であるファミコンを解説する。ファミコンは2つの区形波と1つの三角波、ノイズ、BPCM と5つのチャンネルを持つ同時期の音源としてスタンダードであり、セガマーク3や MSX で採用された PSG 音源の代表である AY38910 では1種類の区形波音色3ちゃんとホワイトノイズ機能しか持たない。1、区形波について。ファミコン区形波には流気比というものがある。電子音の基本である区形波はオンとオフを繰り返す。戦術の PSG の流気比率は 50%。同じ間隔でオンとオフを繰り返す馴染みのある音色だ。これに対してファミコンの区形波の特徴はこの流気比率の変更が可能だ。50%、25%、12.5% から選択可能である。それぞれの音を聞いてみよう。演奏は YMCK マジカル8ビットプラグニを利用している。流気比率 50% といえばこの曲。流気比率 25% といえばこの曲。流気比率 12.5% といえばこの曲。ファミコンはこの流気比可変可能な区形波を2ちゃん持つ。単純にそのままでの演奏も可能であるが、これらは細かい組み合わせが可能であり、ファミコンにしか出せない音色を奏でる。最初に流気比 50% だけの物足りないドラゴンクエスト2待ちを弾いてみる。最初のアタックだけを流気比 25% に変えたらこうなる。逆にアタックを流気比 50%、 その後を流気比 25% とするとこうなる。このテクニックはドラゴンクエスト2以降用いられる。効果音への応用。最初に流気比 50% だけの物足りない魔法攻撃音はこうなる。流気比を 12.5、25、50と高速に変更するとこんな音になる。区形波は音量を15段階に設定できる。減衰音の使用もできるが低機能で、ほとんどのゲームソフトではソフトウェアでリアルタイムに音量を変化させて表情をつけていた。この機能を使ってスイッチのオンオフではなく、本物の楽器のような表現をつけることができた。ここで ADSR のおさらいをしよう。例えばピアノの鍵盤を弾くと最初大きい音がして、離すと音がだんだん小さくなる。この現象の設定をエンベロープ、イニシャルを取って ADSR という。次に LFO、いわゆるビブラートのことである。低周波発信機の略ですごく低い周波数で揺らす。プロ歌手が声を揺らすテクニックと同じである。揺らすパターンは選ぶことができる。デチューンってなんだ？出力される音の周波数をわずかにずらす機能である。これは元の音と重ねて発生させることでコーラス効果を生み出す。桃太郎伝説の天の声の透き通った音を愛してやまない人も多くいるでしょう。ピアノでは鍵盤から手を離しても音は響く。ファミコンはすぐ次の音が鳴るため、その余韻がない。演奏順番に奇数偶数と区形配置ちゃんと2ちゃんが交互に演奏することで余韻のある演奏が可能になった。ドラゴンクエストではどうしても杉山浩一先生に光が当たりがちではあるが、これらファミコン時代のドラゴンクエストのサウンドクオリティの高さはサウンドプログラマー山本武則氏の技術と功績も大きい。2、三角波。ファミコン型の PSG 搭載の機材と大きく異なるのが三角波の存在であろう。本来は綺麗な三角にしたいところなのですが、ファミコンのスペックで綺麗な三角形の音を出すのは非常に困難なのである。そこでこちらは疑似三角波と呼ばれておりまして、三角波は正確な三角ではなく16段階である。高い音域では気にならないのですが、
低い音域ではこの角がノイズのように聞こえる。最も有名なのがドラゴンクエスト3の起動後の画面であろう。なんで起動画面でこの音鳴らしたのかは謎ですが、ドラゴンクエスト3では演出上曲が鳴らないので、多分起動確認用に鳴らしているのではないかと睨んでいる。この三角波は低音ではベースとして、時にはその笛のような音を利用して視線率として、ファミコンらしい名曲を多数生み出した。ちょっと聞くだけでファミコンとわかるそのサウンドは、ファミコン音源の特徴とも言えるだろう。一つだけデメリットとして音量変更ができないという制約があるようである。3. ノイズ。ノイズは長周期と短周期の2種類があるが、短周期はファミコン初期型と後期型で音が異なるため、長周期が使われる。15段階の音量設定が可能であり、凍てつく波動や攻撃音、ハイハット、砂浜の音などでよく使われる。ノイズは爆発、打撃音などの効果音として使われることが多く、音楽ではドラム系やハイハット的な利用が多かった。4. DTCM。ファミコンには DTCM という TCM 音源が搭載されていた。簡単に仕様を説明する。1ビットデルタ変調。ファミコンはデルタ PCM と言いまして、波形が上がるか下がるかを1ビットで表現する方法で、差分方式の一種である。結構複雑な波形を再現できるので、1ビットなのに割と音質がいいそうである。ただし音量は小さめになるとのこと。DAC は7ビット、ただしレコードの知の解像度は6ビットとのことなので、量子化は32段階となる。CD は65,536段階。再生周波数、再生速度56段階に変更でき、最高で 33.14kHz。これは単純な比ではなく音階となるよう設定されており、2オクターブ分になるドから2つ先のドまでサンプリングされた効果音を鳴らすのに利用されたが、カートリッジの容量に対し大きなデータを必要とするため、積極的に使われるようになるのは後期に入ってからである。音楽としては発音の短いバスドラムやタムタムほか、パーカッション系の音を出すのによく使われた。日本におけるティム・ホリン氏の代表曲といえば、日本では未発売のシルバーサーファーであろう。海外製ファミコン、ネスでは拡張音源に対応しておらず、ファミコンの基本音源のみで楽曲が作成されている。ティム・ホリン氏は DTCM を除く、クケイハニちゃん、三角波、ノイズ、この4音を使って楽曲を作った。ZX スペクトラム時代に養われたテクニックを駆使して作られるその音は、日本のゲーム機とは別次元の存在だ。チャンネルごとにテクニックポイントを見ていこう。クケイハニちゃん。この手法はもはや人間には再現不可能な演奏手法といえる。高速アルペジオを多用される。パルバン 50Hz であればなんとかという猛者の方、ぜひチャレンジいただきたいと願います。この特徴的な音色は1オクターブ離れた音を高速で切り替えることで特徴のある音色を作り出している。同じようなアプローチでドラゴンクエストの街の曲のようにデューティー比を音のアタックだけ切り替えるテクニックがある。クケイハイチちゃん。ここで高速アルペジオを多用される。基本は先ほどのテクニックを利用している。特徴としてベースの補佐的要素を作り出している。圧巻は6和音高速アルペジオ。サンちゃん三角波。シンプルに見えて忙しいのがサンちゃんである。ベースラインを刻みながらわずかな隙間でポルタメントと呼ばれる音階を高速に変化させる演奏でドラムの音を作る。これはロックマンなどで用いられるテクニックである。この音に口述するノイズを組み合わせる。ノイズ2つの機能を持つ。チキチキシャーンチキチキシャーンとなってリズムを刻む。一見クローズハイハットとオープンハイハットのように感じるが、ここで先ほどのサンちゃん三角波と重ねてみよう。オープンハイハットに聞こえた部分は三角波バスドラムと同時に鳴らしている。ドラムにはスナッピーと呼ばれる金属製のジャラジャラと音がする響き線がある。これをスネアドラムに装着すると、一般的に想像する太鼓的な音に金属成分が加わったスネアドラムの音になる。先ほどのサンちゃんが作るドラムにノイズ音色を合わせることで、スナッピー装着のスネアドラムのような音を鳴らすことが可能になる。これらのテクニックの組み合わせで
ネスにおけるティム・フォリン氏とサウンドは一世を風靡した。シルバーサーファーは日本未発売であり、日本人の音源マニアがその存在を意識するのは発売から10年以上も経ったニコニコ動画で紹介されてからだと記憶している。その衝撃は凄まじく、僕の知っているファミコンから何か違うとんでもない音が出ていると感動し、区形波2音、三角配置音、ノイズ1音でどのようにこの音が出ているのか理解するのにまたさらに時間がかかり、2010年頃発売後20年経ってその仕組みとともにティム・フォリン氏のテクニックに驚かされた。2000年代当初はキーボードで単純な区形波のオンオフでのキーボード演奏をするだけで受けた。それが落ち着くとこれまで解説したファミコンの細かいテクニックの再現が求められた。しかしリューティー非切り替えテクニックなどは再現が非常に困難であった。 YMCK が無料で公開しているマジカル8ビットプラグによってこれらの様々なパラメータの設定が可能である。 DTM の知識がゼロの中の人でも思った以上に簡単に音が出せるのでぜひ使ってみていただきたい。 YMCK 指導をインタビューでお届けする。まずは余村氏による YMCK 誕生までの物語である。ジャズへの回帰から YMCK の目が見えるまで。 YMCK のルーツといえばジャズ&ファミコンですよね。実は中学の後半まで音楽に興味がなかったんですよ。エレクトーンは小学校の低学年から習っていたけど、まあろくに練習もしなくて、それが中学2から3年生の頃に松田明、電子オルガン、鍵盤ハーモニカ奏者のコンサートをきっかけにビビッときたものがあって、ちゃんと弾いてみよう、曲も作りたいなぁなんて思い始めました。その頃もなんとなくジャズに惹かれてはいたんだけど、当時は兄が聴いていたインディーズものとか、どちらかというと洋楽メインで聴いていたかな。高校時代になると友人の影響でメタルにはまりました。歪んだエレキギターの音が好きだったんですよね。大学の時はメタルのコピーバンドで自分でもギターを弾いてメタルを掘り下げていくうちに遡っていろんなものを聴くようになり、やがてチャック、ベリーとかをかっこいいと思うようになっていきました。メタルにも渋いプレイする人がいて、そこからだんだんブルースとか泥臭い方に興味がいって、ドクター・ジョンとかにも出くわしたりして、そうしてジャズと再会するわけです。いいなーって再確認する。メタルが下火になってきた頃になると、今度はミスチルやスピッツとか邦楽にも面白いと思えるものが出てきました。そこから渋谷系に興味が向いていくんですが、そこにもジャズの影響を受けたバンドが結構あって、やっぱりジャズいいなっていう思いが強まって、ジャズに何かを足した音楽を自分でもやりたいなという気持ちが出てきたんです。これが YMCK の目になったのだと思います。作曲の基礎訓練はエレクトーンの時代からやっていますよね。パソコンで音楽を作るようになったのはいつですか？ YMCK をやるってなった時にしぶしぶ使い始めた感じ。笑い。それまでは打ち込みを使わない音楽ばかりやっていましたからね。ファミコンへの憧れ。音楽に使うのは遅かったけど、パソコン自体には早くから接していた。小から中学生の頃は完全にパソコン少年でしたね。ポケコン、シャープ PC1251 から入って FM7、FM77、PC9801 とベーシックで簡単なゲームを作ったりもして、そこでプログラミングの基礎は身につけたんだけど、MS-DOS の時代になるとパソコンにプログラミング環境が標準でついてこなくなってやらなくなっちゃった。それと中学後半あたりからオタクっぽいものと距離を置きたい気持ちも出てきたんですね。だんだんパソコンから離れていって、それと入れ替わるようにしてバンドに興味が湧いていったわけです。その後大学の研究室でユニックスを使ったりもしましたが、本格的にプログラミングへと戻ってきたのは iPhone が出た時。あの頃 Mac、OS に開発ツール、X コードが付属するようになって、自分で作れる時代が戻ってきたって思ったんですよ。子供の頃はゲームもやっていましたか？ゲーム&ウォッチ時代からパソコン離れするまでの間はもうひたすらゲームばかりやっていました。笑い。ただファミコンは持ってなかった。当時使っていたのは FM7 で、音源はピュアな PSG。ファミコンに比べて貧弱でした。友達の家でファミコンやると低音がちゃんと出ているし、音に得も言われぬ柔らかみがあるし、3音以上あったりもするしで、憧れの音になっていくわけですよ。それが心のどこかにずっと残り続けていた。ジャズプラスアルファで何かやってみようってなった時に、ファミコンの音を思い出したのは運命的だったかもしれません。他にもいくつかプランはあったんですよ。
歌物とかコミックバンドっぽいのとか YMCK はそういうものになっていた可能性もある。笑い。 YMCK 結成の経緯は？ YMCK の原型って実は間に合わせで作ったユニットなんです。あるイベントでドタキャンが出ちゃって、それで当時一緒のバンドでキーボードをやっていた中村氏となんとなく居合わせた緑、栗原緑と即席で1回限りのバンドを組んだのが最初です。この時は普通のシンセを使った打ち込みポップで、ボーカルが僕、緑がコーラス。でもその声がものすごく良かったので、その後本格的に3人でユニットやろうって再始動した時にボーカルをやってもらうことに。チップチューンにリスパーボイスっていうのは誰のアイデア？狙ってやったわけじゃなくて、試しにちょっと歌ってもらったらすごく良くて、これでいこうってすぐに思えたんです。中村さんが VJ 担当になったのは？最初の間に合わせのユニットの時、当時中村氏は映像編集の仕事をやっていたから、それで頼みました。YMCK 結成当初は別の知り合いにドット絵とかアニメーション映像とかを作ってもらっていて、それで2回くらいライブをした後、中村氏にやってもらうことにしました。最初にマジカルはちびっとツアーの映像を作ってもらったんだったかな。軽い気持ちで頼んだのにすごいクオリティの映像が仕上がってきたので、そこから一気に欠かせない VJ 要員になりました。そこからはもう彼の映像なしでは成立しなくなった。そんな感じはありますね。そもそも当時はテクノ系のつまみをいじるライブ、パフォーマンスが嫌いで、笑い、意味があるのかなって強烈に思っていました。バンドだったら激しいパフォーマンスとかコール&レスポンスとか、いろいろ見せ方があるけれど、チップチューンだとそうもいかない。突き詰めて考えていくと、映像っていうのが一つの答えになった。曲の盛り上がりに合わせて映像を使うことで音楽の意味を強調する。それならライブをやる必然性もあるだろうと。人気急上昇、そして海外進出。 YMCK 結成当初、チップチューンっていうジャンルのことは知らなかったわけですよね。その存在を知ってどう思いました？ちょっとびっくりしましたね。こういうのがチップチューンっていうんだって感心したりもして。そういう世界を知らない状態でまず CDR によるアルバムを作った。そうですね。それから最初のライブをやって、その映像をネットに上げたりして、それを北海道のケイ、平尾、定一さんが見つけてきて VORC でニュースにさせてもらって、そこから YMCK の名が国内外へと知れ渡っていく。2004年にはうさぎちゃんレコーズからファーストアルバムのリリースに至っているわけですが、YMCK を始めてしばらくの間はテレポップのイベントに出ることが多かったんですよ。フューチャー、ポップみたいなキーワードが話題になっていた時期で、そこに自然に合致していったのかもしれない。その流れでうさぎちゃんレコーズの人たちとイベントで会って、直接リリースしませんかとオファーをもらったんです。同年には海外ライブも実現していますよね。最初はスウェーデンですね。あそこでの反応はすごかった。しばらくは欧州からのお誘いが多かったんですが、だんだんとアジアが増えていきました。欧州からはチップチューンあるいはジャパン、カルチャーの枠で、アジアからは渋谷系とか可愛い系の枠で捉えてもらえて、なかなか良い立場に立てていたと思います。ライブの他に、アメリカ、フランス、韓国、タイではアルバムもリリースしてもらえましたね。メンバーインタビュー YMCK 中村さんを知りたい。曲作りのきっかけになった音楽との出会いについて教えてください。村上春樹さんの小説「ノルウェーの森」を読んで、原曲が気になってビートルズを聴いたらハマったんです。どれもいいアルバムですが、ラバーソウルが一番好きなアルバムです。アイドル時代とアーティスティックになっていくビートルズの狭間を感じられます。曲作りの始まりについて教えてください。実は絵を描く大学を目指して、高校生の頃は予備校にも行っていたんです。夏休みにアルバイトをして10万円を貯めたんですが、目的があって貯めたわけではなく、この10万円をどんな風に使おうか考えていたところ、友達がシンセサイザーを売りたがっていて、7から8万円で何気なく買い取りました。せっかくなので曲を作っていくうちに、案外曲って作れるのかなって、そんな感じで作曲が始まっていきました。大学生活はほとんど作曲に明け暮れていましたね。ビートルズの影響は受けましたか？今でも確実にビートルズの影響は受けていて、ビートルズは生楽器ですが、それがデジタルに置き換わっただけで、曲作りの根本はビートルズにあるなと思います。ちぐはぐですよね。ビートルズが好きなのにシンセサイザーを買って、
現在は電子音楽でビートルズが根源って笑い。でもそこのカオスがあって今の自分があるのかもしれないです。クリエイターさんに見てほしい映画。1926年フリッツ・ラングさんが作られた SF 作品「メトロポリス」という映画がありまして、この映画はエンターテインメント全般のバイブル的な映画だと思っています。ストーリーは人間に似たロボットを操って人を支配するといった内容で、めちゃくちゃなところもあるんですが、映像技術や見せ方はエンターテインメントの礎になっているなと感じられます。1926年といえば日本だと大正時代で、そんな時代にテレビ電話が作中に出てくるんです。当時の発想の斬新さに驚きました。映画を見て刺激を受ける人は受けるだろうし、なんじゃこれと思う人は思っちゃう、そんな映画ですね。でも断片的に見ても損はないんじゃないかと思います。アルバムインタビュー。2003年8月22日、ファミリーミュージック発売。ファミリーミュージック発表時のインタビューをお届けする。まず YMCK が設立された時期を教えてください。グループのメンバーはどのようにして出会ったのですか2005年5月、余村と中村氏はステレオフォニックシアター SPT というバンドのメンバーでした。 YMCK はもともと SPT のコンサートイベントのスケジュールに突然メンバーが入らなかったため、そのメンバーを補充するために結成されました。ステージに2人きりでは見栄えが悪いので、みどりさんを誘って参加してもらいました。あなたたち自身について教えてください。あなたたちはフルタイムでミュージシャンとして活動しているのですか？メンバーは全員フルタイムのミュージシャンではありません。 YMCK 以外に普通の仕事を持っています。 YMCK がこのタイプの音楽を作るきっかけは何だったのでしょうか？子供の頃、友達の部屋で聴いたファミコン独特の温かい音を思い出します。当時、私自身はファミコンを持っていませんでした。YMCK のメンバーは全員ゲームプレイヤーですか？もしそうならお気に入りのゲームは何ですか？現在のゲームのトレンドについていますか？一番好きなのはスーパーマリオブラザーズです。ピーチ姫に出会ったのは3ヶ月前。かなりハードな冒険でした。これが今の私のゲームトレンドです。笑い。僕は R タイプが一番好きですね。私のお気に入りはメトロイドです。あなたの音楽は日本、そして海外でどのように受け止められていますか？どこをツアーしましたか？反響は結構いいです。 CD も売れているし、ライブにもファンがたくさん来てくれます。海外では雑誌の取材も受けています。スウェーデンと台湾をツアーして11月にはタイに行きます。その後アルバムを作成する。2005年12月21日、ファミリーレーシング。2008年1月16日、ファミリージェネシス。ファミリージェネシス発表時のインタビューをお届けする。よろしくお願いしますと言いながら、ファミコンのコントローラー型の名刺入れを取り出す。あ、ファミコンのコントローラー、かわいいですね。それオリジナルですか？いや、普通に売ってますよ。笑い。コントローラー型のグッズって結構あるんで。ティッシュのケースとか笑い。というわけで笑いニューアルバムのお話を、前作ファミリーレーシングから2年ぶりとなるわけですが、はい、結構間が空きましたね。制作自体も結構かかったし、今回はメジャーレーベルからのリリースということもあって、そのための準備もあったので。タイトルがファミリージェネシスだから8ビットから16ビットにバージョンアップしたのかと思いましたよ。メガドライブ88年に発売されたゲーム機の話ですよね。タイトルを聞いた時すぐに気づいたんですけどね。メガドライブの海外バージョンがジェネシスだったっていうのはあんまり気にしてなかったんですけど、こういう取材なんかで結構指摘されて、みんな意外と気になってたっていう笑い。そう、こんなに反応されるとは思ってなかったです。中村氏は結構好きだよね、16ビットゲーム機。はい、笑い。でもこのアルバムとは関係ないというか、元々の意味の創世記っていうことで使ってるので、今回のアルバムのコンセプトですね。それが壮大ですね、笑い。チップチューンっていうのはですね、コンピュータ音楽が始まった時期からずっと続いてきてるんですよ。その歴史みたいなものを表現したかったんですよね。多少は抽象的になるかもしれないけど、自分たちなりにそれを表現しようと思って。
最初にまず大きなコンセプトを決めてから作り始めたんですか？いや、曲が先ですね。メインになる曲が3曲揃ってからそういう方向性が出てきて、その曲っていうのは？錆びた扉の第8天国ですね。中村氏の曲なんですけど、メロディを聞いた時に何もないところから生まれてくるっていうイメージが浮かんできて、そこから引き伸ばしていった感じですね。僕は無心というか何も考えないで作ったんですけどね。笑い、とにかくいいメロディを書こうと思ってただけで。今までにはない切なさがあるというか、美しいメロディーっていうのが今回のもう一つのコンセプトなんですよ。ピコピコ、かわいいっていうイメージを取り払ってもいい曲だなって感じてもらいたいなって。今回のアルバムの一番のポイントはそこだと思いました。最初はやっぱりピコピコした音色だったり8ビットポップっていうスタイルに目が行きがちなんだけど、その根本にはいい曲が書けるっていうことがあって。ありがとうございます。そう、最初はスタイルと歌音色から入ってもらってもいいんですよ。そこから少しずつ曲に入ってもらえれば歌物ですからね。僕らがやってるのは。そうですよね。曲を作っていくプロセスでは全部が全部最初からチップチューンになってるわけじゃないんですよ。3人で曲を持ち寄るんですけど、私なんかは鍵盤の弾き語りみたいなデモもあって、懐かしいだけの音ではない。完成した楽曲の中にもジャズだったり60年代のポップスっぽいテイストだったり、いろんな要素が入ってますよね。きっといろんな音楽的ルーツをお持ちだと思うんですけど、チップチューンに特化しようと思ったのはどうしてなんですか？ YMCK を始めた時は実はチップチューンってものを知らなかったんですよ。そうなんですか。僕が最初にやろうと思ってたのは可愛い感じのピコピコしたテクノだったんです。その中にジャズの要素もあるようなで、テクノの音色を使って808、ローランドが80年に発売したリズムマシン DR808 とかアナログシンセとか曲を作ってみたんですけど、自分が思ってたものとはちょっと違ってたんですよ。もっとピコピコしてないとダメだって思って、そういうことを考えているうちに思い出したのが、昔友達の家でやってたファミコンの音だったんです。そこから本格的に作り始めて、それが2003年の春くらいかな。最初から手応えはありました？新しいものができるかもしれないというような。これはいいぞとは思ってましたね、うちらの中では。ただ私は正直言って最初の頃はよくわからなかったんですよ。これがいいのか悪いのか、人が聞いたらどう思うのか、自信が持てなかったというか。僕は初めてデモを聞かせてもらった時にすごい衝撃を受けたんですよね。うわ、ファミコンの音でやってるんだって、というかこの音ってどうやって作るんだろうとも思いましたけど、そうこうしているうちにスウェーデンの人からウェブで見たよ、すごいねってメールが来て、何だろうって思ったら、チップチューンのコミュニティでは結構すごい人だったんですよね。そこで初めて、あ、そういうシーンがあるんだって知ったっていう。チップチューンっていう方法を自力で発見したっていうのがすごいですね。よっぽどファミコンのサウンドが印象に残ってたとか。さっきちらっと言いましたけど、ファミコンはずっと友達の家でやってたんですよ。自分の家はパソコンだったんで、意外に思われるかもしれないけど、当時のパソコンってグラフィックとか音があんまり良くなかったんですよね。だから友達の家でやらせてもらってる時はいいなって思ってて、自分で持ってた人よりも憧れが強いっていうのはあるかもしれないです。きっちり自己分析してますね。笑い、ファミコンを思い切りやりたいっていう渇望みたいなものが爆発してるのかも。笑い。僕は今30代半ばなんですけど、やっぱりめちゃくちゃやりまくってましたからね、ファミコン。あれがゲームの原風景になってるので、最近の高度なグラフィックにはついていけないっていうのもあったり。ああ、僕もそっち派ですよ。中村氏は違うんですけど。最近の高性能マシンも好きです。笑い、新しい映像にも興味があるし。よく言われてることですけど、操作が複雑すぎ、やらされてる感があるんですよね。なるほど。例えばレスのゲームで言うと、最近のやつって本当にレーシングマシンに乗ってるような感覚があるんですよ。ゲームというよりもシミュレータに近くなってて、そういう意味では分岐してるのかもしれないですよね。質が変わってきてるから一概には何とも言えないっていう。ゲーム評論家みたい。笑い。笑い。も
もう一つ思うのはファミコンのゲームの方がイマジネーション豊かだったっていう話もあるでしょう。本当にそうなのか、それとも単に懐かしいだけなのかってことですよね。それは僕もよく考えますよ。アルバムの中に思い出の奥から来た新しい音の世界っていうフレーズもあるし、最後の曲、フィナーレ、ウェルカムツーザ8ビットワールドですね。単に懐かしいだけなのか、本当に魅力が備わっているのか、そのことを問いかけてるというか。最近中学生くらいの人たちからすごくいいですっていう反応をもらうようになって、そういう世代の人たちは懐かしいというのとは違うと思うんですよね。要はファミコンをやったことがないですからね。そういう反応が増えてきたことによって確信に変わってる部分はありますね。自分たちがやってることは懐かしさだけではないっていう。ゲーム機と同じように音楽の機材も進化し続けているわけですが、皆さんが8ビットにこだわる理由ってどこら辺にあるんですか？機材とが過進化したのって単に選択肢が増えただけっていう風に思ってるんですよね。あとはその中から何を選ぶのかっていうのが大事になってくるというか、アナログシンセを使う人もいれば、あえてターンテーブルを使う人もいる。うちらもそれと同じなんじゃないかなって。最先端の音色を使わなくちゃいけないってこともないわけだし。まあただ制作のプロセスに関しては新しい技術を使ってますけどね。ファミコンの音が使えるようにプログラミングしたプラグインとか、ソフトウェア用8ビットサウンドプラグイン、マジカル8ビットプラグ。そのプラグインサイトで無料で配布してるんですよ。もっと自由にファミコンの音が使えるようになればいいなって思って、そうなった方が楽しいし、シーンも大きくなるんじゃないかなって。これも楽器の一つって感じになれば色物として扱われなくなるんじゃないかなと笑い。音色とか音数は少ないし、いじれるところも少ないんだけど、実は奥が深いしね。爆発音を少しいじってるうちにシンバルの音に聞こえてきたりとか、結構奥が深くて面白いからみんなもやってみようよって感じです。ただ闇雲に進化を目指すんじゃなくて、そこでどう楽しむかっていうテーゼも含まれてますよね。今回のアルバム加速する世界のイデア、その先に何を見るのか、フューチャーインベージョンだったり。そう、特にアルバムの中盤はそれがテーマになってますね。進化しきった後ってどうするんだろうっていう。それもさっきと同じで、自分がいいと思うものを選んでやっていけばいいんじゃないかなって思うんですけどね。これ以上便利になってもしょうがない気がしますもんね。さすがに携帯とかもういいよって思っちゃうし。ムービーとかも普通になってますからね。携帯で映画見てる人とかもいるし、音楽に限らず何でも携帯に集約するっていう、そういう進化の方向でいいのかなっていうのは確かにありますね。すごく興味があるんですよ、そういうことって。アルバムにも反映されてると思います。そういう思考ってところで YMCK ってロフトと絡んだことってあります？ロフトプラスワンには出たことありますよ。高橋名人の20周年イベントとか、あとゲームのトークイベントに呼んでもらったり、ライブもやりましたね、プラスワンで。新宿ロフトでライブっていうのは似合いそうですよね。 YMCK の音楽ってダンスミュージックでもあると思うので、そこは今後ちょっとずつ企んでいきたいと思ってます。今までは割と真面目な感じだったので笑い。今回のアルバムはどちらかというとじっくり聴くっていうものだと思うんですよ。次はもっと上げていくというか、楽しいっていうイメージにできたらいいなって思ってますよ。2009年1月21日ファミリークッキング発売。短いインタビューがある。とにかく楽しいものを作りたかったんです。ファーストのファミリーミュージック、セカンドのファミリーレーシングと YMCK の作品は楽しいイメージに思われがちなんですけど、その後のファミリージェネシスがかなりシリアスだったのと、続く YMCK サウンドブックが70年代フォークの中でも結構ヘビーな曲のカバーアルバムで、僕らにとってはその作ってる期間が結構長かったんですよ。それで最近ちょっと真面目すぎだなというのと、ここらでバーンと弾けたやつを作りたいという思いが爆発して、ファミリークッキングができました。そのタイトルの通りクッキングをしながら聴くという感じの曲ばっかりなんですけど、
どのくらいクッキング向きのアルバムかというのは1曲目を聴いていただくのが早いかと。まさにクッキングな感じだったでしょう。これを聴きながら台所に立つと楽しく料理ができること請け合いです。余談ですが YMCK のメンバーは3人ともよく料理をするんですけど、僕の得意料理はグリーンカレー。私は豚の角煮。僕はきんぴらです。2013年10月2日、ファミリーデイズ。本作のインタビューをお届けする。4年ぶりの新作、アルバム名、ファミリーデイズも含め、YMCK の日々が反映されている作品だと感じました。そうですね。割と辛い4年間でした。思うように活動ができませんでしたし、自分たちが動かないと何もかもが止まってしまう、外的刺激もなくなるのだと肌で感じたんです。それに、かなり音楽業界全体を取り巻く状況や雰囲気に飲まれていた部分があったと思います。音楽が売れなくなっている昨今の状況はアーティスト側にも深い影を落としたのですね。音楽は売れない、だから作品を作ってもしょうがないって。でもこれは隠すことではないし、今更声に出して言うことでもないと思います。皆が知っている事実ですから。でもこれじゃいけないと考えて作れば何か動き出すのではないかと。販売枚数は以前ほど動かなくとも、それはそれ、とにかく止まっている YMCK 自体を動き出せる状況に持っていくべきだと思ったんです。その意思表示が今作だと、だからこそその状況や思いがこもったリアルな世界が楽曲の中に広がるのですね。今までも言いたいことは入れてはいましたが、世界観をがっちり作って結果的にファンタジーに落とし込む方法を選んでいました。でも新作はリアリティをかなり追求し、言いたいことをそのままストレートに出したんです。それに最初からシリアスな作品を作ろうという意思もありました。だからといってアルバム全体が暗いわけでもありません。シリアスは一つのキーワードであって、楽曲をよく聴くとそれだけではないこともわかると思います。悲観や現実逃避している部分もあれば、逆に少し前向きな部分もある。本当に僕らが過ごした日常そのままというか、辛いよな、だからどうしようかでもなくて、まあいいかと思ってしまう感情さえも隠さずに入っていますから、スーッと入って染み込んだ後にふわっと抜ける。歌詞は直接的ながら答えをあえて出さないスタンスなのだと思いました。栗原、絶望でも希望でもない世界を表現したかったんです。綺麗な言葉を並べて頑張ろうというのではなく、だからといっておしまいとも言わない、ただ淡々とした日々を並べましたね。答えを言わないのもそうですが、感情を淡く淡く表現することも意識しました。それによって癖ごとの微妙な感情の揺れや違いが伝わるようになったと思います。淡いからこその聞きやすさも今測定あると感じました。肩の力を抜いてきてると思いますね。スッと入って染み込んだ後にふわっと抜けていく感じでしょうか。自然に聴いていただける気がしています。確かにリラックスしたアルバムにはなっていますね。力んでいないし、あっさりとしています。曲の構成もギチギチせずにメロディーを生かしていますから。結果ポップスに振り切ったいいアルバムになったと思うんです。たくさんの場所で鳴る気がするいい作品だと個人的にも思います。制作したことで当初の思惑通り現状の打開にだったのでは。そうですね。今の技量で納得いくいいものを作れたことで僕ら自身が歩き出せました。本当にいいきっかけになりましたし、エンジンがかかって車輪が回ってきたと思います。悶々とした部分を抱きながらいろいろな紆余曲折を経てやっと抜け出せました。そしてその先にはいろいろな課題があることが見えたんです。新作は本当に僕らの4年間をそのまま具現化しています。だから聴いてくださる方もこのアルバムでモヤモヤした気持ちを一度リセットして、これからどうするかを考えてもらえたら嬉しいですね。僕らと同じように何か動き出す、そのきっかけにしていただけたらいいなと思います。2013年頃のインタビューをお届けする YMCK 東京インタビュー8ビットの10年。今年で10周年ですねと私はできるだけ洒落た日本語で言った。こんなに長い間続けてきてどう思いますか？緑は公園で中村氏の方を見た。長い間でしたね。口が立つのは早いですね。私たちも驚いています。ちょっと驚きましたね。時には海外でも演奏したし、日本でも最大級の音楽フェスティバルにも出演しました。で
も最初は何の計画もなかったんです。アメリカ、スウェーデン、台湾、フランスなど8カ国以上で演奏してきたこのグループはシーンにおける大きな変化を確かに目撃してきた。あなたがこの10年間にチップチューンシーンに携わってきた中で特に日本においてチップチューンシーンはどのように変化したと思いますか？現時点ではまだニッチすぎるので大きく変化したとは言えないと思います。まあ、多少は変化はあります。昔のゲームを知らない、またはプレイしたことがなくても、チップチューン音楽を作るのは楽しんでいます。最近の人たちはファミコンが発売された当時はプレイしていませんが、それでもファミコンを楽しんでいますし、音楽を作るのも好きです。あなたはほぼ生涯ずっとゲームをプレイしてきたのですね。私は目の前の質問シートに目を落とした。あなたのスタイルに影響を与えたゲームは何ですか？私にとって最も大きな影響はアイスクライマーです。ジャズの風味があり、私のお気に入りです。メトロイド、初めてゲームをクリアしてエンディングを見た時、泣きました。エンディングの音楽がとても感動的でした。先回りして推測すると、チップチューン、グループやアーティストなら誰でもお気に入りのシステムとしてです。つまり日本ではファミコンをあげるはずです。しかし、私は尋ねずにはいられませんでした。コンソールについてはどうですか？どれが一番好きですか？中村氏は自信満々に答えた。ファミコンです。緑はそれが当然の答えであるかのようにうなずいて同意する。私も。私はあまりにも当然の質問をしてしまったと感じ始めてから静かに安堵のため息をついた。中村氏は微笑んでよ煙氏に目をやり、そして私に目を戻した。彼は16ビットだよ。次の質問をしようとして私は再び緊張し始めました。ライブで演奏するのが一番楽しい曲はどれですか？ライブのたびにオープニングムービーを作るんです。それが一番楽しい。ステージ横から見えるし、お客さんもそれを見て盛り上がる。その瞬間が大好きなんです。と、緑は真っ白な笑顔で語る。特にないです。でも今はカラフルという新曲があります。この曲ではリアルタイムでシューティングゲームをプレイするんですが、それがすごく楽しいんです。次の質問はありきたりな感じがしますが、実は YMCK のようなチップチューングループがどんな音楽からインスピレーションを得ているのか気になります。これまで影響を受けたバンドは他に何がありますか？驚いたことに余村氏が真っ先にビートルズと答えた。中村氏は顔を上げて指でリストアップし始めた。まずはポップミュージック、80年代のイギリスのデュラン、アハ、ヘビーメタル、メタリカ、ガンズ&ローゼズ、ジャズなど、たくさんの影響を受けています。難しい質問ですね。私はバンドを組んでいませんが、子供の頃はオルガンを習っていましたし、父はベースを弾いていたので、父から本当に影響を受けました。この10年間は本当に長い道のりでしたね、と私は声を大にして言います。YMCK の将来はどうなると思いますか？スーパースターになる。企業との契約が終わって自由になったら、もっと実験して、もっとクリエイティブになれると思う。あなたにはアメリカにもかなりのファンがいますね、と私は説明する。彼らに何か伝えたいことはありますか？アメリカの人たちが私たちの音楽を気に入ってくれて本当に嬉しいです。この新しい CD はアメリカで発売されたので、アメリカにたくさんのファンがいて嬉しいです。私も同じです。アメリカ人のファンがたくさん来てくれて嬉しいです。チップチューン、ミュージシャンにアドバイスできるとしたら何を伝えたいですか？みんなにもっと曲を作ってほしい。ボーカルをもっと入れた方がいいですね。僕もボーカルをもっと聞きたいですね。ほとんどのチップチューングループとは異なり YMCK はほぼ全ての曲にボーカルを入れている。緑の柔らかく明るい声がそれぞれの曲の高揚感のあるサウンドを支えている。ルールではなくただ音楽を作ってほしい。チップチューンにはルールが多すぎる。例えば一度に使える音の数に制限がある。ルールは忘れてただ音楽を作ってほしい。2015年6月24日、ファミリーダンシング本作のインタビューをお届けする。まずは今作のコンセプトから教えてください。実はファミリーダンシングというタイトルはだいぶ前から温めていたんです。でもダンシングって結構ハードルが高いテーマじゃないですか。タイトルを見ただけでも
YMCK、ダンシングなんて大きく出たなという印象がありますし、笑い。だから別に寝かせていたわけではなくて、なかなか手を出せないでいたんですよね。しかし私たち、前作のファミリーデイズが活動開始から10年目の作品で、10年の積み重ねがあればそろそろファミリーダンシングを作れるような気がして、それで今回やってみようと曲作りを開始したのは、ファミリーデイズをリリースした直後、約1年8ヶ月前だったと思います。音楽のジャンルをアルバムタイトルに当てたのって今回が初めてなんですよね。言われてみればそうだね。ファミリーダンシングというタイトルでどのような内容の作品にしようと考えましたか？最初は漠然とファミリーダンシングというからにはやっぱり踊れる曲を作らなきゃいけないのかなと思っていたんですが、いわゆるクラブミュージック的な4分打ちでどんどんというのは YMCK のやることではないですし、みんなでモチーフを出し合いながら徐々に YMCK なりのダンスミュージックが見えてきた感じですね。その過程は面白かったです。 YMCK なりのダンスミュージックとは何て言えばいいのかな。どんなテーマでやっても結局出来上がる曲は YMCK 節になっちゃうわけですよ。笑い。ですからこれまで通り YMCK 節が聴いているんですけど、体が勝手に動いてしまう曲というか、あとは今回ワクワクする曲ということも考えましたね。正直音的にはビートを聴かせた以外いつも通りです。笑い。ダンシングということでやはりビートは強調されたんですね。そうですね。他のアルバムよりはビートが効いていて音的に違うのは本当にそれくらい。低域も結構ガチガチに出したので、ぜひ大きい場所でプレイしてほしいなと思っています。今時のクラブミュージックと混ぜてもうまく混ざってくれるんじゃないかって、ずっと混ざるとは言いませんけど、笑い。この前ライブのセットリストを作っていたんですが、今回のアルバムの曲だけ音圧が高くてバランスが作りづらかったんですよ。笑い。それくらいビートが効いてますね。ビートを強調しても YMCK らしさは失わないように心がけました。1曲目のロスコロレスでラビーダ人生の色はスペイン語のフレーズが印象的なグルービーソング。この曲と2曲目のネオアイデンティティは中村氏が持ってきたモチーフがベースになっています。タイトルはスペイン語でカラーズ・オブ・ライフという意味ですね。この曲の歌詞、英語も日本語もピンとこなくてどうしようかなと悩んでいたんですが、ちょうど習い始めたスペイン語を当ててみたら見事にハマって、やっててよかったスペイン語という感じですね。笑い。僕は今回のアルバムの中ではこの曲が一番好きですね。メロディーがすごくいい。この曲が1曲目になるとは思ってなかったんですけど、笑い。3曲目のディスコキッシュは YMCK バージョンとのことですが、これは心理セウイという10年以上前から知り合いのタイのグループがいて、ちょっと前にリミックスを頼まれたんですよ。その曲に緑のボーカルを乗せて作り直したのがこの曲なんです。4曲目のタイムボムはみどりさんの歌声がいつもと違うような感じがしました。なんだかアダルトな感じというか、この曲は結構苦労しましたね。気だるそうに歌ってとかリクエストがあって、笑い。何パターンか歌い方を変えて撮り直しました。曲ができたのはいいんですが、どういうボーカルが正解なのか自分でもわからなくて、でも最終的にいい感じになりましたね。私的にはこの曲が一番好きです。これまでの YMCK にはないタイプのワイルドな曲というか、ワイルドにしてグラマラスな曲。笑い。緑がこういう感じの曲が好きなことは知っていたんですよ。本当にいい感じの曲に仕上がったので、ぜひ皆さんに聴いてほしいです。あとはワイルドな歌い方をするロックの人にぜひ歌ってもらいたい。笑い。メンズボーカルのこの曲聴いてみたいですね。誰かやってくれたらいいな。笑い。よけむらさんのお気に入りは7曲目のユニティですかね。この曲が最後にできたんですけど、かなり苦労して、でも今では一番のお気に入りです。全8曲という話がありましたが、 YMCK のアルバムは毎作7、9曲で何か腹八分な仕上がりになってますよね。その分リピートしたくなるというか、曲数に関しては意識してそれくらいにしているんです。個人的に曲数が多いアルバムがあまり好きではなくて、14曲入りとかになるとこれ全部聴かなきゃいけないのと思ってしまうんですよ。笑い。長いなって
別に曲がたくさん入っているからお得とも感じないですし、逆に一曲一曲の印象が薄まってしまう気がする。それにそんなに曲数を入れるとなると、僕らの場合は制作期間も余計にかかってしまいますし、アルバムに関しては8曲前後で凝縮した内容にしたいと考えています。今回曲順に関しては悩みましたか？そんなに悩みませんでしたね。並べてみたらしっくりくる曲順が割とすぐに見つかったので。音色はバスドラ以外全てオリジナルのソフト、シンセ、マジカル8ビットプラグ。もう12年もやられているので、曲作りのフローは大体固まっている感じですか？そうですね。私たちの場合は最初に3人でモチーフを持ち寄るんですよ。モチーフというのは曲の要素となるパーツですよね。例えばコーラスとか。それでこのモチーフでいこうということになったら、まずは一回しくらいのアレンジを僕が作ってみるんです。B、サビくらいまで広げてみてどうだろうって。そしていい感じになりそうだったら構成を全部作ってみる。歌詞を作るタイミングは曲によってバラバラなんですけど、だいたい構成を広げるタイミングで作ることが多いですね。アレンジや構成を広げるのは余村氏さんの個人作業になるんですよね。そうですね。モチーフを持ち寄ってこの曲でいこうというところまでは早いんですけど、そこからが結構時間がかかる。笑い。最後サビを2回繰り返して終わりとか、そういう単純な構成にしたくないので、展開を作るのに試行錯誤するんですよ。2回目はどうしようとか。構成にはすごくこだわってるよね。余村氏さんが作るアレンジや構成に対して栗原さんや中村さんが注文をつけることはあるんですか？たまに無責任なことを言うことはありますけど、笑い。最近はあまりないです。アルバム作りに関して言えば曲が8割で揃うまでは早いんですよ。でも残りの1位2曲をどうするかというところですごく時間がかかる。笑い。どういうタイプの曲が足りないのか持ち帰って1ヶ月くらい考えてみたり、アルバムなので全体を通して聴いた時にイメージしていた世界観がしっかり出るように、曲がたくさんできたからアルバムを作るというのではなくて、もう一歩踏み込んだ作品を作りたいなと思っているんです。だから曲順にもすごくこだわりますし。そんなことをしているとあっという間に1年以上経ってしまうんですよね。笑い。今回はモチーフ出しから完成まで1年半くらいかかりましたが、これは YMCK にとっては早い方なんです。これは今日聞きたかったことなんですが、 YMCK の曲作りで金属ってあるんですか？あるいは逆に絶対にやることとか。なんだろうな。音色に関して言えばバスドラ以外は全てマジカル8ビットプラグインで、それは言ってみれば決まりみたいなものですね。コード進行やアレンジなどで金属は特にない？音色で制限がある分、そこは自由にしていますね。でも昔は4つ打ちが禁止だったよね。笑い。そうだ、昔は4つ打ち禁止だったんですよ。いわゆるダンスミュージックのアレンジに振ってしまうと、結局他のアーティストと同じになってしまう感じがして、ファミコンっぽさが失われてしまう気もしますし、ずっと4つ打ちは禁止していました。歌詞に関して言えば、ラブ、ソングはやりません。それは私が勝手に言っていることなんですけど、笑い。僕は認めてないです。笑い。なぜラブ、ソングが嫌なんですか？ファミコンって小さい頃ずっと遊んでいましたし、私の中では神聖なものなんですよ。本当に大好きですしね。その神聖なものに大人になって知るようなことを混ぜたくないんです。笑い。ファミコンの音をバックに歌うんだったら、例えば勇気とかそういう歌詞じゃないかと思っています。 YMCK にはラブ、ソングはないんですね。いや、実はファーストに入っていて、笑い。それは仮歌のつもりで歌ったら、それがそのまま CD になってしまったからなんですけど、笑い。金属といえば音数はなるべくファミコンに近い数にしています。厳守しているわけではなくて、聞こえ方を重視しているんですけど、基本的にはファミコンと同じ音数にしていますね。実は3枚目のファミリージェネシスあたりから音数がガクンと減っていっているんです。ファーストが一番音数が多い。なぜ音数を減らしたんですか？周りに実機、中、ファミコンでやっている人が多かったので、そういった人たちに対するリスペクトからですね。僕らの場合は実機で曲作りをする余裕はないんですけど、せめてファミコン、リスペクトで音数くらいは合わせたいなって。それでファミリージェネシスで音数をかなり減らしたんですが、そうしたらネットとかで何か音がゴージャスになりすぎてつまらなくなったとか書かれてしまって、笑い。多分
アレンジが上手くなっていつの間にか少ない音数でもゴージャスに聴かせる術を覚えてしまったんですよね。笑い。皮肉だよね。少ない音数でもしっかりしたアレンジになるように一生懸命パターンとか開発したのに、その結果少ない音数でもゴージャスに聞こえるようになってしまったという笑い。それで分かったのは、音数をファミコンと同じにしても時間軸に細かく音を詰め込んでしまうと豪華な印象に聞こえてしまうんだということ。縦軸に音を重ねても時間軸には音を詰め込まない方がいいということを学びましたね。ファミコンの音数でのアレンジって難しいと思うんですけど、何かコツはあるんですか？とにかく楽譜を縦軸によく見ること。笑い。それで同じ音程の音を消すんです。例えばベースでドが鳴っていれば上物のドは消すとか、 C のコードを鳴らす場合ドが鳴っていればソはいらないとか、いろいろあるんですよ。やっぱりアレンジって縦方向で見ないとダメなんですよね。メロディーやフレーズの方に意識を取られて、いつの間にか気持ち悪い重なりになっていることがよくあるんです。チップチューンだとその気持ち悪い重なりがすごく目立ってしまうんですよ。別のインタビューをお届けする。よけむらさんの現在の制作環境について教えてください。パソコンは Apple、MacBook Air 13インチモデルで、DAW は Apple、Logic Pro ですね。Logic はバージョン6から使っていて、今はまだ9なんですけど、アルバム制作が一段落ち着いたので、そろそろ X にしようと思っています。ちなみにライブでは Ableton、ライブを使っていて、それは安定性が高いからですね。Logic はシステム、オーバーロードが怖かったりするんですけど、笑い。ライブが止まるということはほぼないですし、ループなんかも作りやすいですから。オーディオインターフェースは？エディロールのはニーボーですね。USB 接続のそんなに高くないやつです。あとは鍵盤とスピーカーがあるくらいで、こじんまりとしていますね。みどりさんの歌はよけむらさんの自宅で録音されるんですか？そうです。マイクは AKG C2000 で、それを UA ニーボーにそのままつないで、 C2000 はコンデンサーマイクで比較的リーズナブルな製品ですね。みどりさんの歌声独特な質感ですよね。そうかもしれないですね。でもロジック標準のコンプレッサーと EQ をかけるだけで、特別な処理は何もしていません。コンプレッサーを少し強めにかけるくらいですね。私、最初からエフェクトがかかっているような声なんですよ。笑い。さっきの金属じゃないけど、ボーカルにリバーブをかけないというのは決まりかもしれないね。そうだ、それは特別かもしれない。なるほど、ボーカルはノン、リバーブなんですね。リバーブをかけると一気にファミコンっぽくなくなってしまうんですよ。だからオケもノン、リバーブなんです。オケだけリバーブをかけてもおかしなことになってしまうので。では YMC 系の音楽は 100% ノン、リバーブですね。そう言っていいと思います。普通はありえないと思うんですけど、もう慣れてしまいました。笑い。ボーカルに関してピッチの修正や編集はされるんですか？オートチューンのケロケロボイスにしたりはしませんけど、ピッチは直します。あとエディットも結構細かくやりますね。ノン、リバーブなのでちょっとしたタイミングのズレが目立っちゃうんですよ。コーラスは実際に重ねて？必ずダブルで歌ってもらうので結構重ねてますね。ハーモニーに関しては実際に歌って重ねることもありますし、ソフトでピッチシフトして作ることもあります。広がり感が欲しい時は歌い分けてもらったり。ロジックのトラック数はどれくらい使うんですか？オケに関しては上物は 3,4 トラックしか使ってないんですけど、ドラムは音色によってトラックを分けているので全部で12トラックくらいですね。そしてボーカルは15トラックくらい。ドラムと同じで、ボーカルに関してもエフェクトのかかりやパンの振りが違うやつはトラックを分けてしまうので、だからトータルで30トラックいくかいかないくらいです。そして音源に関してはキック以外は全てマジカル8ビットプラグと。そうです。キックに関しては音が作りづらいというのがあって、ファミコンもサンプリング、チャンネル、中、BPCM を1ちゃん積んでいますし、1音くらいサンプルを使ってもいいかなと。笑い。具体的にはロジック標準の EXS24 で、ありもののサンプルを鳴らしています。マジカル8ビットプラグはいつ頃から使い始めたんですか？ファーストの時はまだなかったので、2枚目のファミリーレーシングからですかね。自らオリジナルのチップチューン音源を開発したというのは？ファーストは普通のシンセとファミコンのエミュレーターを使って作ったんですよ。でも
エミュレーターは使うのが面倒で、あと法律的にもどうなんだろうと思って、それだったら自分で専用の音源を作ってしまおうと、あの頃は勢いがありましたね。笑い。マジカル8ビットプラグ、意外と音色のバリエーションは広いですが、使う音色は決まっている感じですか？だいたい決まってますね。ベースは三角波と決まっていますし、上物は区形波かパルス波にするしか選択肢はないので、あとは曲に合わせてディケイを調整するくらいです。マジカル8ビットプラグにかけるエフェクトは？エフェクトはかけません。ロジック標準の EQ で少し補正するくらいです。では YMC 系のオケはマジカル8ビットプラグだけでほぼ完コピできるということですね。そうですね。ですから YMC 系の音楽ってものすごく安価に作られているんですよ。笑い。作り込みは大変だけどね。マジカル8ビットプラグ、Windows 版の64ビット対応など、これからアップデートの予定はありますか？昨日も同じことを聞かれたんですけど、笑い。開発をやめたわけではないので、いずれアップデートするかもしれません。一時期 UI を実装することも検討したんですが、とにかく時間がないんですよね。チップチューン、ここ 1,2 年で何度目かの盛り上がりが来ている感じがしますね。トリエナちゃんみたいな若いスターも登場していますし、盛り上がってるといいんですけど、笑い。僕らはチップチューンをもっともっと多くの人たちに聞いてほしいと思っていて、昨年チップユニオンというウェブサイトを立ち上げたんです。確かに最近はチップチューン関連の情報が増えている気がするんですが、それはチップユニオンのためにアンテナの感度を上げているからなのか、それとも本当に盛り上がっているからなのか判断がつかない。笑い。でも確実に感じるのはチップチューン好きの若い人が増えているなということ。懐かしさだけでチップチューンを聴いている人ばかりだと、みんな年を取ったら終わりになってしまうので、笑い。チップチューンを聴く若い人たちが増えているのは嬉しいですね。Facebook にチップチューン好きが集うグループがあるんですけど、そのメンバーも3000人を超えていますから、日本だけでなくワールドワイドに増えている感じがします。最近は若い子がドット絵を可愛いと言ってくれるので、やっぱり世代を超えた魅力があるんだなと感じています。チップチューンを追いかけている人から聴く人だけでなく作る人も増えているという話を聞きました。それとチップチューンってバンドキャンプと相性がいい気がしていて、チップチューンの人って一人でちまちま作って完成したらすぐにネットにアップしちゃうじゃないですか。そういうノリとバンドキャンプって相性がいいんですよ。投げ銭とかフリーとか自由に価格設定できますし、リリースの制限もないじゃないですか。そもそも YMC 系の皆さんは自分たちがやっている音楽がチップチューンだと思っているんですか？思ってます。笑い。まあワンオブザチップチューンですよね。一口にチップチューンと言っても本当に色々あるので、ゲームボーイでやるチップチューンもありますし、80年代からもっとトラッカーでやっているのもチップチューンですし、拡張音源ドカ盛りでそれもうファミコンじゃないんじゃないというのもチップチューンですし、笑い。全部まとめてチップチューン。結局手段はどうでもよくて、レトロ、ゲーム、リスペクトの音楽かどうかということなんだと思います。最近お気に入りのチップチューンのアーティストを教えてください。タッピーさん、いいよね。タッピーさん、いい、最高。あの人実機なんだよね。そう、マニアックに音源を使い倒す人で、ファミコンの拡張音源を使う時もあれば X68000 を使う時もありますし、とにかく曲のクオリティが半端なくて、ポップスっぽい曲もやる時もありますし、何でも作れる人ですね。あとは最近ではないですけど、やっぱりサイトーンさんはいいなって。あの人の曲って誰が聴いてもすぐにサイトーンさんってわかるんですよ。チップチューンって基本的に音色が同じですから、個性を出すのって難しいと思うんですけど、サイトーンさんの曲は本当にすぐわかる。あの個性はすごいなと思ってます。他にはなかなかいないですよね。サイトーンさん、キックのポイントが独特だよね。キックを置く位置が絶妙。リズムが全体にトリッキーなんだよね。曲そのものもストイックな感じですごくいい。海外のアーティストでは、トロピカルなラテンの曲をやっているビンスカイちゃんというカリフォルニアのアーティストがいるんですけど、それはこれまでに聞いたことがなかったタイプのチップチューンで、かなり好きです。ロシアのユビクチューンというレーベルから出ているアーティストはみんなクオリティ高いですね。結構注目しています。気が早いですが、次はどのようなアルバムになりそうですか？実はもう次のアルバムのタイトルは決まっているんです。笑い。心の中でね。笑い。
ぜひ楽しみにしてください。2019年11月4日、ファミリーサーカス。残念ながら本作のインタビューは存在しない。2022年9月30日、ファミリーイノベーション。この頃のインタビューがある。コロナ禍になる少し前から資本主義について関心があった。本作、ファミリーイノベーションは、これまでになくエモーショナルというか、切実でメッセージ性の強い歌詞やフィジカルなサウンド、アレンジがとても印象的でした。ありがとうございます。最初は街がテーマだったのですが、歌詞を書いているうちに街に暮らす我々の閉塞感といった部分にフォーカスした内容が出てきて、ほぼ僕が押し切る形で今回のテーマを決めたんじゃなかったかな。コロナ禍になって制作に何か影響はありましたか？家に引きこもっていれば作業もはかどるかと思いきや、そんなこともなくて制作ペースもあまり変わらなかったなというのが正直なところですね。ライブが減ったくらいで特に変化はありませんでした。何か気分的な変化とかはあったかな？全然。アルバムを作る前から週1でオンラインミーティングなどやっていたので、コロナ禍にシフトした後も制作のペースには何ら影響がなかったですね。本作で取り上げているテーマそのものに関してもコロナ禍になる前から考えていたことばかりでしたし、グローバル、イノベーションや夕暮れのチャイム、1億分の1などコロナ禍でより顕在化してきた問題をメインに取り上げている気がしました。コロナ禍になる少し前から資本主義について関心があって、2014年に出版された資本主義の終焉と歴史の危機、水野和夫を最初に読みました。最近だと人新世の資本論、斉藤浩平も、私はアプリの開発にも携わっているのですが、これで便利になります、コストを大幅にカットできますといった触れ込みで効率化を進めていくと、回り回って結局は自分の仕事が減ってしまうことに気づくわけです。あれ、なんだかおかしいぞ、成り立たなくなるよなと思うようになって。確かに便利になったことで仕事が奪われたり、逆にやることが増えて忙しくなったりすることがどんどん増えてきている。そうなんですよ。死ぬまで働かなければならない人がいる一方で、仕事がないと嘆いている人が大勢いる。それにより富と貧困の格差もどんどん広がっていますし、一体どうなっているんだろうと。そうしたよけむらさんの関心事に対して栗原さんと中村さんは、まずメンバー同士でそういう話題について話し合ったことは一切ないですね。むしろ歌詞が出来上がってきて初めて、そんなことを考えていたんだと気づいたくらい。特に僕は3人の中でも最もフラットなスタンスかもしれない。それはそれでいいかなとも思っているんです。よけむらが思い描いている作品のイメージがかなり明確にあったので、僕としてはそれを具現化することに意識を集中させていましたね。今作全体のイメージがちょっと企業っぽかったのもあって、ある意味ではクライアントとデベロッパーの関係みたいな感じで作業に集中していました。笑い。例えば本作に収録されているグローバル、イノベーションという楽曲は資本主義に対する疑問やアイロニーが反映されているのですが、そういう問題に対して何か明確な答えを突きつけているのではなくて、あくまでも考えるきっかけを与えてくれるような歌詞になっているところがいいなと思っています。そのあたりは栗原の方が全体のバランスを考えてくれていたよね。最初によけむらが持ってきた歌詞は今よりもう少しメッセージ性がはっきりしていたのですが、個人的にはあまり強い言葉で断言したり、自分なりの結論みたいなものを明示したりしない方がいいと思ったんです。例えばコンビニエントという曲も聴いた人がそれぞれ考える余白を持たせる歌詞にしたかったんですよね。実際資本主義の恩恵を全く受けずに生きていくのは難しいですし、そういう世界に私たちが生きているのだということにまずは気づくことが大切だと思わせてくれる歌詞だなと思いました。そうなんですよね。実際にリモートで作業などしているわけだし、思いっきり恩恵は受けているんですけどね。随所にユーモアを散りばめているところにも共感しました。グローバル、イノベーション。後半のコール&レスポンスは楽しくて、ビッグデータや仮想通貨、ターゲティング広告なんてフレーズをライブで叫ぶ光景を思い浮かべるとかなりシュールだなと。一方で1億分の1のような切ない歌詞もあって、1億分の1で書かれていることについては2011年に震災が起きた頃から考えていました。何万人が死亡しましたというニュースの報道に対して、そうじゃなくて1人が死亡するということが何万件もあったんだという言説があったんですが、それの印象が強くて曲にしようと思ったんです。
一人一人に人生があって、それが根こそぎ奪われてしまったのが震災のニュースの本質であるはずなのに、ともやもやして。何千人何万人の話になってしまうと、なかなか想像力が働かないですよね。物事をマクロで見る視点とミクロで見る視点、両方を常に併せ持つことの重要性を考えさせられました。そう感じてもらえると嬉しいです。また飛行機雲のフォトグラフは曲もさることながらミュージックビデオもすごくエモーショナルですよね。この曲は80年代のアイドルソングを意識しました。松田聖子さんや中森明菜さんがデビューした当時、まだ小さかった私にはすごくキラキラと輝いて見えたし、未だに憧れの世界の象徴なんです。ああいった往年のアイドルソングが大好きなので、この楽曲では全力で振り切ってみました。それでもちゃんと YMCK らしく仕上がるということが分かったので、次はもっと突き詰めてみたいです。僕もシンセサイザーのヤマハ DX7 っぽいサウンドを使いまくるのとかすごく楽しかったですね。往年のアイドルソングをコンセプトにアルバムを1枚出したいくらい。ミュージックビデオを作る段階で、この曲は10代の女の子同士の不思議な関係性というか、恋とも友情とも違う微妙な世界にしたいと思ってイラストをお願いしました。これまで YMCK はノスタルジックな楽曲は作ってこなかったんです。ファミコンの音がピコピコしててなんだか懐かしいという感じで消費されたくないという気持ちがずっとあったんですよね。でも今回はあえてノスタルジック路線に振り切ってみました。このビデオを見た若い人たちからこんな時代もあったんだなと思ってもらえれば嬉しいです。レトロリバイバルの中に入り乱れる今のモード。ノスタルジックといえば今回レトロリバイバルという楽曲ではゲームの音を入れただけで珍しがられた時代は良かったなとも歌っていますね。僕らが YMCK を始めた当初はチップチューンを多用したトラックが一周回ってすごく新鮮などと言われていたんです。でもあれからさらに半周回ってしまったのか、今やすっかり地球の裏側にいる気分なんです。笑い。最近若いリスナーからは親が YMCK を聴いていて知りましたと言われることもあって、そういう世代の子たちが親と一緒にライブに来てくれている様子を見ると一周回った感をすごく感じるよね。もう少ししたら2周目が来るかもしれない、そういう流行り廃りの中で頑張ってついていかなきゃいけないのかなという自虐めいたことをレトロリバイバルでは歌っています。このアルバムは頑張らなきゃいけないこの世の中はなんて辛いんだろうという気持ちと、なるようにしかならんさという気持ちが入り乱れていて、それが今の YMCK のモードなんですよね。レトロリバイバルは街で流れる音楽ミリオンだらけな時代もあったな。気がつきゃ焼け野原のような不毛な CD チャートが残されたという歌詞も印象的です。先ほどのグローバルイノベーションの話にも通じるものがありますね。もはや CD はレコードやカセットテープと同様にグッズという認識の人が多いんじゃないかな。僕はよく M3 音系メディアミックス同人即売会にも行くのですが、そこで自分たちの音源やグッズを手売りしている人たちからは、自分自身の存在証明をこの世に残したいという強い思いを感じるし、それを支持する人たちが購入する図式が定着している気がします。これだけデジタル書籍が全盛の時代にわざわざオフセット印刷を使ってファン雑誌を作る行為もそう、あれは作り上げたという達成感もすごいんじゃないかと。これだけ資本主義が進み効率化こそ正義とされている一方で、アナログレコードが再燃したりオフセット印刷が重宝されたり、手間や時間をかけることの価値のようなものを再認識している人たちも増えている気がします。ちょっと前に不便益という言葉も出てきましたしね。不便であるからこそ得られる価値といった意味で、そこまで便利である必要ないんじゃないとみんな薄々気がついている気がします。チップチューンしか作れないとは言わせないぞ。今回レトロリバイバルや1億分の1飛行機雲のフォトグラフでは初のセルフリアレンジにも挑戦しています。これはどのようなきっかけですか？やろうと思った理由はいろいろあったのですが、そのうちの一つとしてチップチューンしか作れないとは言わせないぞという気持ちがありました。もちろんチップチューンがメインだけど、それだけじゃない。そもそも楽曲という軸があった上で成り立つのが YMCK の音楽であり、たとえアレンジが変わっても YMCK は良いんだということを示したかったんです。
私たちは普段曲を作るとき、まずはチップチューンじゃない普通のアレンジでデモを仕上げてから、それをヨケムラがチップチューンに仕上げていくというプロセスを踏んでいます。今回のセルフリアレンジというのは、実はチップチューンに変換する前段階のアレンジのことなんですよね。それを完成型として仕上げ、ボーナストラックにしたら面白いんじゃないか。IMCK を結成して最初の頃は、デモの段階でチップチューンアレンジのバージョンをみんなに聞かせていたのですが、ある時期から普通のアレンジでデモを作って、それをヨケムラに投げたらどんな仕上がりになるのかが楽しみになってきたんです。最初からチップチューンアレンジで考えると同じような手法を使いがちになってしまうんですよね。なので特に今作はデモ段階からチップチューンのことなど全く意識せずにアレンジを組んで、それをフル尺で作り込んでから、さあこれをどうやってチップチューンアレンジで仕上げていこうと考えることにしたら楽しくて、 YMCK を結成したばかりの頃の脳みその使い方を思い出したというか、当時はジャズ的なアレンジの楽曲をどうやってチップチューンに変換するかいろいろ考えていたのですが、最近は手法が確立されてきていたところがあったので、あえて自分に負荷を加えてみたわけです。セルフリアレンジで歌っている男性ボーカルはヨケムラさん。そうです。デモ段階の仮歌は自分で歌っているので、それをそのまま世に出してみたいなと。俺も歌いたいし、ギターも弾きたいという心の叫びだよね。というか、YMCK の初代ボーカルはヨケムラだしね。チップチューンになる前段階のアレンジでもぜひライブをやってもらいたいです。生音で YMCK のライブ、僕もやりたいんですよ。バンドメンバーを集めるのが大変で、なかなか実現しないんですけど。バンドを率いてギター&ボーカルがやりたいんだよね。YMCK の楽曲をバンドアレンジで誰かに演奏してもらいたいという気持ちは前からあって、誰かカバーしてくれないかな。笑い。それを待ちきれなくて、今回自分たちでやってみたという感じだったよね。10月15日に YMCK 単独公演イノベーションカンファレンス2022が開催されます。こちらへの意気込みも聞かせてもらえますか？タイトルにカンファレンス、会議というワードを入れたように、ビジネスカンファレンス的なノリでスタートして、だんだん YMCK らしい世界観へと引き込むような内容にしたいと思っています。ギフクリエイティブディレクターヨケムラ氏による基調講演もあるんですよね。一応その予定です。黒いタートルネックにジーンズ姿で登場するんでしょう。新商品の発表会みたいにね。笑い。来年がデビュー20周年なので、そこで何か面白いことができたらいいなと思っていて、それについての発表もこの時にできたらいいなと考えています。別の YMCK ファミリーイノベーション楽曲制作インタビューをお届けする。まずは個人的にですが、マジカル8ビットクラブには大変お世話になっております。ありがとうございます。3年ぶりのアルバムということで、コンセプトはどのようなものになりますか？アルバムのタイトルの通り、イノベーションなんですが、そのイノベーションでいろいろなことが便利になっているはずなのに、あれ何か全然良くなってないよね、辛くなるばっかりだなといったところにフォーカスしています。深いですね。歌詞もメッセージ性が強くてストレートに感じました。メンバーで集まって次はどういうアルバムにしようかっていう会議をやるんです。そこで物語っぽいアルバムにする案も出たんですが、それは過去2作でやったので、今回は最近いろいろ思うところがあるので、そういうものをそのまま出したいと僕の方でご利用しました。笑い。この問題意識みたいなのものは結構前からあって、3枚目のアルバムにもそういうテーマ性の曲があるんですが、そういったものを改めて出したって感じですね。フューチャーインベージョンにもヨケムラ氏の当時からの問題意識が込められている。イノベーションに対してどういった部分にジレンマを感じますか？イノベーションによってこんなに便利な世の中になりましたよって言うけど、どこか不気味なんですよね。効率化って人が減ることなんだけど、それって働く場所がなくなるってことだよねとか、様々な便利のためにいろいろなサービスに身を委ねていますが、それって生殺与奪の権を委ねることになるよねという怖さとか、例えば今回のアルバムの2曲目「コンビニエント」でははっきりと言ってはいないですが、そういった部分を描きました。あと6曲目に収録した「1億分の1」では、こんなに人がいっぱいいて全体の何千万人の話って実感として想像できないよねということを言ってたりします。世界を俯瞰してみて、ふと我に返った時に感じる心の動きですかね。ヨケ
余村さんは様々なことに詳しくて、アプリ開発やプラグイン開発など先手を打っているイメージがあります。自分としては時代を先取りしたい気持ちはあるんだけど、全然できてないなと。こういうことやったら楽しいんじゃないか、みんな驚くんじゃないかって思いついたことはだいたい先にやられてるんですよ。もうちょっと早ければって笑い。意外です。笑い。セルフリアレンジについてお伺いします。曲そのものに見るべきところ、評価されるべきところがあるのに、ただのチップチューンの人って思われているのはもったいないって昔から言われてて、どこかのタイミングでチップチューン以外も出したいとずっと思っていたんですが、なかなか機会がなかったんです。でもまあ結構な年数、2023年で結成20年やってきたし、そろそろ出すかと。YMCK 以外のリミキサーがアレンジするリミックスはあったけど、自身のチップチューン以外のアレンジはないですよね。これまでもリミックスを通じてチップチューンではない曲そのものを見てもらえる機会があるかなと思っていたんですが、リミックスだとリミキサーの方の解釈やアーティスト性が入るので、ストレートに伝わっていないのかなと感じたんです。どうしても良い意味で8ビットのイメージが先行しますが、曲そのものの良さが YMCK がこれだけ長く支持される理由だと思ってます。チップチューン以外をもっと早くやればよかったかなとも思うんですけど、笑い。あえて8ビットから外れないというのは意識されていたんですかね。冒険といえば冒険ですからね。まあ単になかなか踏ん切りがつかなかったのかなと。タイミングなどの都合でこれまでやらなかった大きな理由はなかったということですよね。その通りですね。あとは最近チップチューンも原理主義、いわゆる実機じゃなきゃダメだっていう考えが主流ではなくなってきたのかなと。ギター入れたりドラムの圧が強かったり普通のシンセ使ってたり、あまり関わらないチップチューンが普通になってきてるんです。そんな中で YMCK がチップチューンではないものをやっても流れ的にありなのかなと。チップチューン界隈の雰囲気も踏まえてということでしょうかね。両方でしょうね。単に踏ん切りがつかなかったということもありますし、互いに影響し合ってますね。アルバムの構想自体はいつ頃からあったんですか？2020年初頭頃ですね。コロナウイルスが蔓延し始めていて、どうなっちゃうのってビクビクしていた頃です。なので結構早くから動いてはいたんですけど、そのコロナの影響でリリースするタイミングがわからなくなっちゃったんです。出すからにはリリースイベントをやりたいなと思っていまして、オンラインイベントとかも含めていろいろ考えたんですが、結論が出ないまま時間が経過して、結果的にこのタイミングでのリリースとなりました。オンラインだと限界ありますよね。YMCK のようなスタイルをそのままオンラインライブでやると、映像を見せるだけになっちゃうという懸念がありました。それとお祭り感みたいなのがなかなか出ないんじゃないかというのもありました。楽器などを演奏するのであればオンラインでも価値があるのかもしれないけど、 YMCK は打ち込みがメインだし、どう見せたらいいのか悩みましたが、結局良い案は思いつかなかったですね。あとはオンラインだと収支を立てるのが難しい。 YMCK のライブは VJ 担当である中村獅子が手掛ける8ビットサウンドとシンクロするコミカルな映像も魅力の一つだ。セルフリアレンジの男性ボーカルは栗原さんではなく、なぜ余村さんがご担当されたのでしょうか？僕がそれを出したかったからです。笑い。一度笑い。レトロリバイバルに関してはロックということもあって僕が歌った方が味が出るのかなと。1億分の1に関しては自分の出したかったニュアンスがあったので。セルフリアレンジの重要な部分ですが、当初楽曲が良いからミュージシャンも交えて生で撮った方が良いのではと提案したんですよ。でも余村さんの中でこのような試みが初めてということもあり、プロダクトを全て YMCK で完結したいということだったんですよね。昔からそういうところがあるんですよ。学生時代に一人で全パートを生演奏して8トラのカセット MTR とかに撮って作ったアルバムとかあるんですが、それをもう一回やりたいなと。ちなみに生演奏はギターだけで、あとは打ち込みですね。昔から一人で集中して作り上げていくのが余村さんのスタイルなのでしょうか？そうかもしれないですね。セッションでバーンと作っちゃうのも好きですけど、集中してパート間の関係性を考えながら作るのも面白いです。余村さんは作曲の時は鍵盤がメインですか？いろいろですね。メロディを考える時はなるべく楽器を使わないようにしているんです。鼻歌をレコーディングして譜面を起こしするとか、
浮かんだメロディを何も音を出さずにそのまま書き出すということも一時期練習していました。でも五線紙ってなかなか手に入らないので、代わりに A、B、C、D、E、F、G で書いてメロディをメモしたりしてました。鍵盤弾きながらだと手の方に引っ張られちゃうので、なるべくそうしないようにしてますね。じゃあピアノロールとか余裕ですね。そうですね。笑い。コードが先ではなくメロが先ですか？コードの場合もありますが、メロ先が多いのは間違いないですね。みどりさんと中村さんの作曲法は？緑は鍵盤弾きながら作ってますね。中村氏も鍵盤じゃないかな。メロディが鍵盤っぽいからわかる。笑い。YMCK は三者三様で曲のタイプが違いますよね。今回のアルバムでは緑の曲「飛行機雲のフォトグラフ」が僕が作らないような曲でよかったんですよ。サビでそこのコード行くんだって意外性があって、中村氏の曲は最後の最後まで候補に残ったんですが外れてしまいました。3人とも作曲できるのは強いですよね。そうなんですよ。曲のラインナップのスパイスになってるかなって。8ビットの楽曲についてサウンドが重厚な気がしました。何か変わりましたか？キックとかは変わってないんですが、スネアは厚めの音を使ってますね。今まではかたくなにマジカル8ビットプラグで作ってたんですが、今回はいっかって笑い。ディレイを多用したりファンを振るようになりました。ちょっとずつ変わっていってますね。一つ一つは細かいですが、それぞれが積み重なった結果ゴージャスになっているんでしょうね。先ほどもお話ししたように、世の中的にチップチューンは純粋じゃなきゃっていう方向性が弱くなってきている気がするので、ちょっとずつリミッターを外していっている感じです。僕にとっては YMCK はどんな存在か、ここまで紹介して申し訳ないのですが、中の人のコアファン歴は浅い。20年前からはなんとなく代表曲を知っている程度だった。きっかけは4年前中村氏が中村センターを開始してからだ。ロスコロレスでラビーダの BGM から始まる熱量あふれる動画だった。そこから寮で iTunes で全アルバム購入。すっかりハマり、仕事中も聴く曲は YMCK ばかりである。ライブにもせっせと通う。YMCK の真骨頂はライブである。余村氏のパフォーマンス、みどりちゃんの美声、中村氏の演奏、大型スピーカーから流れる三角波は体に響く。よく CD とライブでは声が違うのはよくあることだ。 CD 録音ではベストな状態を切り張りして1曲作るのだ。しかしみどりちゃんの美声は CD と何一つ変わらない。高校生の娘も YMCK のファンである。なぜここまで YMCK に惹かれるのか。ファミコンで楽曲を奏でるバンドは複数存在する。そこにみどりちゃんの透き通るボーカルが乗る。そしてインタビューからもわかる通り、その時々の感性が楽曲に乗る。余村氏はそのトーク力と開発力である。マジカル8ビットプラグで簡単にファミコンの音楽再生環境を提供した。そしてライブでは余村氏がライブのために作ったゲームを観客がプレイするのも恒例だ。中村氏は中村センターを見るだけでは僕以上のゲームへの異常な愛情を披露しているお方なのだが、 YMCK では作曲も担当されている。そして YMCK の魅力である PV も担当されている。主演脚本監督とチップチューン界のジャッキー・チェンである。数回イベントでご挨拶させていただいたが、朗らかな中村センターそのままの人であった。良質のレトロゲームチャンネルを運営される先輩としても尊敬してやまない存在である。今回のインタビューでもみどりちゃんのスーパースターになりたいとの発言もあった。ライブももっと大きい箱でやれるバンドだと思っている。これをきっかけに CD を大人買いしていただいて全国ツアーなど行っていただき、全国の YMCK ファンへ美声を届けてほしいと願う。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画にお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。